はい、こんにちは、テンパパです。今日はこちらのオーリング、セオリングのキーボードへの取り付け方と効果について徹底検証していきたいと思います。はい、今日ですね、冒頭にお伝えした通り、オーリング、セオリングのですね、効果とキーボードへの取り付け方を解説していきたいと思います。で、オーリングとかセオンリングに関してはですね、聞いたことあるという方も多いんじゃないかなと思います。で、私もはい、ありました。ただ、これを試したことがあるかという風になるとまた別問題かなと思ってまして、知ってはいたけども、試したことがないという方向けに、今回、このですね、取り付け方だったり効果というのも、私自身も学びながら、はい、今回動画作ってますので、皆さんにそれをですね、共有していきたいなという風に思ってます。最後まで今回の動画ご覧になっていただければ、このオーリング、セオリングのですね、取り付け方とか、効果とか、その辺をですね、ご理解いただけると思いますので、ぜひお楽しみにいただければと思います。ちなみに、テンパパ TV ではこんな形で、キーボード周りのパーツだったりとか、製品の紹介っていうのを定期的に行っています。見逃したぜってならないように、ぜひチャンネル登録していただいて、新しい動画が投稿されるたびにですね、通知来るようにしていただければなと思います。それでは早速本編スタートです。はい、それではまずそもそもオーリング、セオリングって何なのっていう話をしていければと思います。で、オーリング、セオリングはですね、名前の通りなんですけども、はい、見ていただいてもうわかるんですけども、王の形をした、はい、リングと、ゴムのリングという形になっておりまして、このですね、オーリングとかセオンリング、つけるメリットとしては主に2つありまして、まず1つ目は静音化になると、静かになるよというところになってます。で、オーリングとか、静音リングがないと、はい、こんな感じでですね、キーキャップを押したときに、こんな感じでキースイッチに当たってしまって、音が鳴ってしまうと、嫌な音が鳴ってしまうと、衝撃音が発生してしまうというところなんですけども、これをオーリング、静音リングによって防止をすることができますよというのが、静音化ができる理由という形になってます。で、メリットの2つ目なんですけれども、ここですね、トータルトラベルが短くなるよという風な効果もありまして、で、なんでこう短くなるのかというところなんですけども、先ほども出したんですけども、はい、こんな感じで、ゴムがある分、その分ですね、押さなくても済むようになりますから、その分トータルトラベルが短くなる、つまり押す距離が短くなるというようなメリットがあるという感じです。なので、オーリングなんですけども、静音化したいけどトータルトラベルは短くしたいとかっていうことはできないので、その点は注意いただければなというふうに思ってます。で、このオーリング、静音リングに関しても、どれぐらいの太さなのかとかっていうのはですね、ものによって選べたりしますので、はい、ご自身のオーリングですね、どれぐらいの太さのものをとか、どれぐらいの高さのものを取り付けたいかというのは、ご自身の好みで判断いただくのがいいんじゃないかなと思います。とはいえですね、こんな感じで、カラーあんまりブルーと赤用意してますけども、正直この裏につけるので、カラー正直どうでもいいんですけど、はい、とはいえこんな感じでカラーも含めていろんな種類出てますから、お気に入りのものを買ってみるというのがいいんじゃないのかなと思います。はい、続いてですね、オーリングの取り付け方というのを注意点も含めてご説明していければなと思います。とはいえめちゃくちゃシンプルでして、はい、一応これキースイッチのキーキャップですね、ご用意してますけども、ここに、このオーリングを乗っけるというので終わりという感じです。こんな感じですね。はい、見えますかね。はい、以上という感じです。これで終わりっていう感じですね。あとはこれをキーキャップをキースイッチの方に取り付けていくというような感じになってます。で、この時の注意点が1点あるんですけども、これですね、あまり奥に入れすぎてしまうと意味がないよということになります。これはチェリープロファイルなので、そんなに気にしなくていいんですけども、これが SA とかっていう背が高くなってくると、深さがある分、そのオーリングをつける場所によっては、これが全く意味なくなってしまうということもありますので、このオーリングをつける場所、深さですね、は注意いただければと思いますから、私のおすすめとしては一旦こんな感じですんごく見えますかね、はい、浅くつけておいて、キーキャップをですね、キースイッチに取り付けた時に自動的にっていうんですかね、はい、調整してもらうような形を私としてはお勧めしてますので、そんな形でやっていただくといいんじゃないかなと思います。はい。で、こちらですね、ちょっと半透明のキーキャップを取り付けてみたんですけど、これちょっとご覧になってみてください。はい、こんな感じで、幸い半透明のものがあって非常に良かったなと思って、このキーキャップ、キートクさんのやつなんですけど、はい、こちらのキーキャップなんですけども、めちゃくちゃ分かりやすくて断面図っぽくなって嬉しいなと思ったんですが、さておいて、こんな感じで押してみて分かるんですけど、この KOL プロファイルっていうプロファイルで高さがあるんですけども、はい、こんな感じでちょっとですね、なんていうんですかね、高すぎると
このゴムがあんまり意味がなくなっちゃう。ちょっとこれでも OEM プロファイルぐらいだったら少し今押してみてもダンピング感っていうんですかね、この静音リング、オーリングがしっかり意味をなしているような感触にはなってるんですけども、これが背が高くなってしまうと意味をなさなくなってしまうというところは想像できるかなと思いますので、はい、こんな形でやってしまうと、つまり高さが高すぎてしまうと、静音化、トータルトラベルの短縮っていうのが行われなくなりますから、その点はですね、注意していただいて、必要に応じて例えばオーリングを2つつけるとか、3つつけるとか、そういう形、もしくは高さがあるオーリングをつけるとかっていう、工夫が必要になりますよという点はですね、気をつけてもらえるといいんじゃないのかなと思います。とはいえですね、これは理論上の話ではありますし、あとは多少このオーリングでゴムを入れることによってこのリングに音が吸収されたりみたいなこともですねあるとは思いますので、その辺も含めて次のチャプターでは実際に打検してみてどんな感じになるのかというところはチェックしていきたいと思います。はい、それでは早速打鍵音打鍵化ですね、見比べていきたいなと思ってます。で、今回の実験で利用するのはこの2つのキーボードを使おうと思ってまして、こちらがですねポリカーボネントのケースにポムのスイッチプレートが敷かれているもので PBT 製の SA プロファイルが入っているキーボードになってます。で、この後動画で見ていただくのはこのちょっと無刻印じゃなくて刻印が入っているやつなんですけども、全く同じプロファイルと同じ素材なので、そこは変わりますけども変わんないものとしては一緒だよというところは理解いただければと思ってます。で、続いてこっちの方がアルミニウムのケースにステンレススチールのスイッチプレートを敷いているもので、PBT 製のチェリープロファイルのものを使ってですね、ビフォーアフターというかつけたものつけてないもので実験していければなと思いますので、この辺ですね、必ず今回の動画ではこのオーリングをつける前、そしてつけた後のビフォーアフターっていうんですかねを2つ並べてどっちのキーボードも動画流しますので、皆さんの方でもちょっと見ていただいて聞いていただいてどんなものかというところを見ていただければと思いますし、先ほどこの、高すぎると効果なくなるよって言ったこれ SA プロファイル、まさに、チェリープロファイルと見れば分かるんですけども、全然高さ違いますよね。こんな感じで高いキャップになった時にどうなのかというところはチェックしていければなというふうに思います。それではどうぞ。はい、それではですね、私の感想ということで、実際に打ってみての感想をお伝えしていければと思います。で、まずは、このですね、静音化っていうところなんですけども、このチェリーも SA もそんなにそこの静音化っていうのは感じなかったなというところが、正直驚きではあるんですけども、感じたところという感じです。皆さんも音で、もしかしたらあんまり感じなかったんじゃないかなと、その違いですね、を思うんですけれども、私自身も実際に打ってみて、そこまで変わるかっていうと、正直そんなに変わらなかったなというところです。ただですね、このダンピングのところのダンピングっていうんですかね、タイピングした時の柔らかさっていうのかな、そこはやっぱりゴムがこんな感じで、はい、入ってる分、
感触が柔らかくなるので、底打ち感っていうんですかね、その打った時に痛いなって思うその部分はやっぱりないので、そこはこのゴムがうまく効いてくれて、優しい感じの底打ち感っていうのかな、になるのは事実かなと思います。特にチェリーは。正直 SA はですね、1個だけのリングだとあんまり変わんないなというのが今回やってて感じた部分です。で、トータルトラベルが短くなるかという部分は、やっぱりチェリーはある程度感じたなというところで、とはいえちょっと私あんまり感覚が鈍いので、そんなにそこをめっちゃ感じましたっていう感じじゃないんですけど、とはいえ多少なりともトータルトラベルが短くなったのは事実かなと思います。で、一番私がですね、今回のそのだけのところでは入れてはなかったですけども、こんな感じで、はい、はい、聞いていただいて分かったと思うんですけども、このスペースのところに関しては、この、静音リング、オーリングですね、入れることによって、音がかなり優しくなったというか、やっぱりこう吸収されてるというか、という感じで良くなったので、このスペースキーのところに入れることは結構おすすめで、私自身もそこはずっと入れ続けようかなと思っているというところですので、もし気になる方はやっていただければと思います。で、もう一つですね、実験としてやったのが、SA プロファイルにじゃあ何個だったら効果があるのかということで試してみたので、この後ちょっと見てもらえればと思いますけども、結論から言うと3個以上ですね、これを入れると2個と3個は随分違います。ただ3、4ってなってくると正直あんまり変わらないので、もし SA プロファイルでこのオーリング入れるという場合には、3個ぐらい入れてあげるとですね、1個のキーキャップあたりなのでかなりオーリング使うことになりますけども、はい、効果があるんじゃないかなと思っています。ちょっとせっかくなのでということで、1個、2個、3個という方にちょっと増やしていって、どんだけ音が変わるのかというのをちょっと見てもらえればと思います。それではどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりですね、ちょっと多少なりとも音は変わったのかなと思います。ただやっぱかすかな違いなので、やっぱ音というよりは底打ち感の柔らかさっていうところが一番このオーリング、静音リングのところの効果だっていう風に言えるのではないかなという風には思います。はい、なのでまとめると、このオーリング、静音リングですね、の効果としては2つ。使い勝手とした2つですね。1つは底打ち感が痛いのを和らげてくれる。クッションによって、ゴムによって和らげてくれる。そして2つ目というのが、このスペースキーのところの、音のですね、嫌な音っていうのを、和らげてくれるということで、この2つの使い方にオーリング、静音リングを使うのは私はおすすめなんじゃないかなというふうに思いましたという感じです。なので、もともと当初想定していた、めっちゃ静かになるとか、トータルトラベルが短くなるみたいなところは、私に関してはですけど、わずかな変化だったかなと思いますので、その用途ではなくて、先ほど言った2つの用途で使うのが、このオーリング、静音リングはおすすめなんじゃないかなと思いました。はい、それでは最後に、ということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合には、ぜひ、いいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もテンパパ TV ではこんな感じでキーボード周りのパーツの紹介、効果の検証みたいなことをですね、引き続きやっていきたいと思いますので、見逃したぜってならないように、ぜひチャンネル登録していただければと思います。またこんな企画で動画作ってほしいとかあれば、コメント欄からお寄せいただければと思いますし、過去に上げたキーボード周りの、動画の再生リストは上のところに、もしくは概要欄に貼り付けておきますので、チェックいただければと思います。それでは本日最後までご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。